哎呀，好久不见了，各位！这么长时间我去干啥了呢？很多人呢，各种各样的朋友啊，都有各种各样的猜想。其实我告诉你们，结果非常简单，就是工作太忙了，压力太大了。然后现在是今年2024年5月份，重新开始，好吧？重新开始，这个路呢一步一步重新走过，好不好？我相信最开始呢又是一波可能没人看的视频，不过呢，从哪里跌倒就从哪里站起来，好不好？重新呢，准备开始给大家做今年的更新。不忘初心的来说的话，我是想做钓鱼的视频的，不知道怎么样就做歪了，对吧？就做上那种各种的教学啊什么的。总的来说做那种呢，对我来说动力也不是特别的大。更多的还是想做实际的钓鱼吧。所以呢，当然已经隔了这么久了，我没有跟大家说一声，就直接已经停更了，可能有4-5个月了吧。做法还是非常的怎么说呢，放荡不羁吧。现在给大家汇报一下，对吧？补一个道歉，停了5个月。今后呢，我会还是继续保持每周都能更新。虽然我不知道还有多少朋友还记得我，还有这个频道还有多少人看，还有多少人认识我，但是怎么说呢，最坏不过就是从头再来嘛，对不对？所以呢，如果大家还是继续想看我在日本钓鱼的呢，真的继续关注，我会非常的感谢。今年我们继续一起钓鱼，钓遍日本，不忘初心，没有忘记。那么首先呢，给大家来热个身，对吧？因为我已经好久没有开始了，重新再开始呢，有一点的生疏，做一个热身，给大家发一下保存已久的2024年的渔具展的内容。大家先看看过去的存货来热身。当然，钓鱼的呢，我已经钓了，会在之后的每一周呢，接下来给大家更新。那么大家就敬请期待一下了。OK， 今天是展示的最后一天，我们在最后一天的下午进场，结果还是这么多的人啊！话不多说，直接看展示，好吧？春田机又开始介绍他的新的ワールドシャープ的 LTE， 今年好像又有新的要出来。僕の言ったことを全て 100% 聞いていただきました。普通は釣り竿を作るのにですね、そんな 100% 全部聞くっていうことは島は決していたしません。好像每年都是同样的话，一样的讲，年年讲，但是年年都有大家喜爱啊，对不对？春田机讲完了，再给大家看一下今年的新的沙虎啦，170、172、7，这些当然是过去的嘛。这个1631哦，2832、215阿多列呢出新的了哦，出了一个金边，大家看，我还以为是方柄的呢。整个这个握感变得很细幼了。哦，但整体感觉就这边这个手握这边感觉好像轻了很多。後ろ穴？すごい肉を盗んで、強度は全然落ちてないんですけど、でより軽くなってて、ブラック自体もブラッシュアップされて、全体的に軽くなってて。この穴開けた理由は軽くしたい。そうですね、軽くしたい。軽くなりました。値段はあんまり変わらないですか？高くなりましたね。ちょっと店頭での実売どれぐらいになるかで。全部が後ろが開いてるというか。アドレナンシリーズは全部。アルティマとかは開いてないですか？アルティマも、一番新しいものを使っていくっていうコンセプトの竿なんで、今年から追加になる追加されたアイテムで、これは後ろ全部みんな開けました。あとリールシートもこれ普通のと違って、ソワレとかで使う軽いリールシートを使ってる。
喜欢海鲈的朋友啊 ，Excense 有更新了 ，Excense 有更新了啊！哇，这个饼真的是无法抗拒啊！哎，好喜欢。其实这么说起来，我好像缺一根海鲈干嘛。就这样吧。なんか金色からこの色に変更されたのは何か理由ありますか？そうですね、やっぱりこういうデザインが欲しいという要望もありましたし、ああ、なんかこれめっちゃ売れてる感じがしますけども、金色の。これも結構人気ですね、このカラー。あ、抑えたなんかそうです。シャレ感ですね。まあより軽量なルアー、5グラムとかより軽量なルアーを投げるときはこのシャロエディションがより軽快にキャストできるかなと思います。球キロが多いと、スプールが重くなっちゃうので、その投げ出しの時にちょっと引っ張られ感とかあったりするんですけど、スプールを30番スプールにすると全体的な糸巻き量が少なくなってスプール自体が軽くなるので、より軽いルアーを投げるようになります。そうです、これが30番なんですよ。スプールが糸巻き量がかなり減ってるので、ショートキャストとかはすごい多いです。遠投というよりはショートキャスト。これとちなみに BFS の使い分けはどういった感じ？ BFS はさらに1グラムとか2グラムとか3グラムぐらいのルアーを投げるようになったら BFS の方がいいです。5グラム程度ならBFS と101の中間みたいな感じですね。そうです。その間という感じです。ありがとうございます。很急，赶时间。西马座好像就这样了吧。然后我们接下来再把台湾看了，然后再来慢慢逛。このリールはどちらかというとあれですね、バーサタイルリールという認識でいいですね。CTSHW の1個上のリールとしてどういう認識でいいですか？はい、ルアーのウエイトの範囲が違います。CT は30なんで、そこまでこうベイトギネス用に使えるリールってあまりないので、めちゃくちゃ強いですし、こいつじゃ使えない領域が使えます。逆に CT は遠投が苦手なんですよ。それはこいつで十分カバーできます。一番バーサタイルの番手だという認識でいいですね、スリーズの中に。軽いですね、160g。あと IMZ 去年も出たんですけども、今年何が更新したんですか？去年はあの黒いのもついてるやつ、で今回は、ちょっとシルバーとアイノブをつけて、200番って形で、通常モデルを発売させていただくということになります。あとは特殊モデル。なるほどですね。遠投するにはあっちの方がいいですし、こっち向こうだと 15g 以下って投げられなかったんです。無理やりに 8g でもいけた気がしますけど。無理やりじゃないですか。無理やり、結構無理やり。僕らが言ってるのは無理やりの話です。7g まで投げれるような。でもこのリール重たいんじゃないですか。あんまり軽いルアーを投げる気がしない。ないと思う。でも C バスとかになると、例えば新面とかで 7g とか全然投げる機会あるので、十分こっちの方が今回インダクロとはだいぶ調整したので、ここの部分を開発にすごく時間かけてるんです。例えばスティーズ、スティーズとシル、色も違うんですけど、形状とか厚さとか全然違うじゃないですか。そうですね。これを僕らが開発しまくってるんです。1アイテムごと全部違います。これでキャストフィールが変わるんです。マグネットは一緒ですね。基板が入ってるんですけど。とはいえ、どんなリールになってもこの構造は全部一緒なんです。でなおかつこいつはさらにプログラム制御してるから、このブレーキモードが変えられると。そのブレーキはこっちとそっちは全然一緒という。一緒です。スクールを変えると特性が変わります。台湾のリールは全部そうです。そうですね。じゃあぶっちゃけその新しいスブールを買い替えたら、そっちはこっちと同じように使えるという。使える。逆に向こうのスプールをこっちに入れたらリミットブレーカーのスプールになります。キャストフィーリングから言うと、これが、だいぶセーフティーマイルドになってます。バックラッシュしにくい方向。どっち方向に変換されたんですね。だからルアーも使える範囲が広がってきてる。とはいえ 100m 飛ばそうと思ったら飛ばせるので。ここも並んでますね。そうですね。今年
足ぶっちゃけ買わなくてもスブルンだけ買えたらいいですね。まあそうですね。スプールの準備も一応予定はあるので、まあそれはそれで。パーツで注文できる。パーツでもそうですけど、カスタムパーツとして開発してますよ。SLP ワークスさんから一応出そうと思ってますので。なるほど。はい。いろんなスブルがこれから出てくるというか。そうですね。Series Control 我给大家拍一下啊。今年出了很多新东西，610比较热门的这个吧。61063，61070。总的来说就是更新了一下新的东西，比较泛用的一些，大家可以期待一下。台湾和西马诺就这样看完了，也算是种马观花吧，更新的也不多。今天就是这么一个迅速带过的这么一个流程，没有什么乱七八糟的东西，好吧？大家时间都紧，是不是？上班也忙。今年底看到放了鱼的箱子啊，我恐怕路吧，很想钓一钓啊。好大呀！我又来近距离感受一下。Jacko 就靠这个鱼来吸引顾客吧。后面的只是真的大，后面的只是真的大。哇，成田金鱼真的火爆了呀！我在日本就是非常有名的一个存在，就是这个录像都有这么多人看啊！すごいですね。10センチ超えの。本当に販売される予定ですか、日本で。日本で販売します。もう販売されてます。はい。しかもね、これお安いんですよ。1万円切ってるんですよ。1万円切ってるんですか。こういうスイムベイトのでかいやつっていうのは、だいたい海外から入れちゃうと3万超えてきちゃうんですけど。はい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 。うちのルアーお安いんです。はい。1万円でも安くないと思いますけど。安くはないんですけど、このサイズのルアーで考えてください。そうですね。かなり安いんでこれ。ちょっとごめんなさい、ちゃんと通してないやつがないんで。有点意思啊，有点想法的呀。这个在日本我估计很难，但是可能拿到加拿大、北美之类的有派克的地方，说不定有戏。这个是 crank 的 range。Deep 的 crank 大概就是手感要这么大的，这么厚的，对不对？来，慢慢往上，6米的、5米的、4米的、3米的、3米的，只有2、3米的是最居多的，当然，Deep crank 就这些。这个标的还挺那个的哈，就是远投的远度吗？对，这边是投的距离大概是50米，潜行深度5米左右的。然后这是投25米的，就是这个。好了，今天大概就这样吧。今年也请多多关照，游乐许，拜拜。